안녕하세요、心意味だ。はい、今回は、アフレコしてみようかなと思います。テロップがめんどくさくなったとかそういうわけではありません。はい、今日は私がぼっちで寂しく行った韓国グルメを紹介します。1軒目は手地カルビ焼肉のお店の天肉カルビさんです。저 한 명인데 2인분 시킬게요. 고기 드시려고? 네. 고기? 네. 韓国は豚の焼肉が結構有名だと思うんですけど、サムギョプサルって割と日本でも美味しいものは美味しいじゃないですか。でも手地カルビの美味しいお店を私まだ見つけられたことがなくてなので私は韓国で必ず手地カルビを食べてから帰るようにしてます。韓国でもし焼肉を食べる時間が少ししかないってなった時はサムギョプサルよりも先に手地カルビを食べてみてください。私は一人だったので胃袋の余裕も時間の余裕もありませんでした。일본 감사합니다. 일본 사람들 많이 와요? 와요. 아니는 아니지만 이제 와.韓国の焼肉はこんな感じで店員さんがもうこの辺は食べていいよって言って最後まで面倒を見てくれます。手地カルビはこの玉ねぎのソースにつけて食べるんですけど、これがなんぼでもいけちゃう理由の一つですね。ソースの中にはお酢が入っててさっぱりと食べられます。はい、このカリカリに焼いたお肉と甘酸っぱいソースがもう日本では絶対に食べられないぐらい美味しい手地カルビです。韓国のご飯屋さんはたくさんパンチャンが出てくるのでいろんな味変をして楽しめるんですけど、私この2人前のお肉を1人で全部食べておばちゃんにびっくりされました。向かいに座ってた家族連れの小さい男の子とずっと目が合っててすごい可愛かったんですけど、ちょっと恥ずかしくなりました。このお店の手地カルビは骨までついてて骨についた周りの肉も食べれます。これがすっごい美味しかったです。おかずは少し残してしまったんですけど、お肉は全部食べられたので2名様以上で来られる場合は冷麺とかを追加するのもいいかなと思います。2人前頼んだけど全然余裕で食べれそう。怖っ。この動画を見てたらもうすぐに韓国に行きたくなりました。日本でもし美味しい手地カルビのお店があったらぜひコメント欄で教えてください。最後の1個いただきます。最後に大事な1枚を食べて完食です。ごちそうさまでした。감사합니다. 다시 또 올게요. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 最高でした。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。また行きます。2軒目はホンイルプンカンジャンケジャンさんです。ここのお店はカンジャンケジャンとカンジャンセウが2800円から食べれるという珍しいお店で1人前からの注文が可能で、しかも本殿にあるので私は鬼リピしてます。撮影の許可取りをしたら社長さんがこのとびこご飯をたくさんくださいました。
ホンエルプムさんの何がすごいって、国内産のメスのカニが 200g とヤンニョムケジャン、セウジャン、コッケタンがついて2800円なんです。メスのカニはアンゲといって、こんな感じでオレンジの卵が詰まってます。普通の店やとオスとメスが選べて、だいたいメスの方が高いんですけど、ホンエルプムさんではメスしか提供してなくて、それなのに2000円台から食べれちゃいます。私の大好きなとびこご飯は、ラストオーダー間際に行ったからかちょっとご飯が硬くてショックでした。でも普通に美味しかったです。韓国海苔って日本の味付け海苔とはまた違って、ご飯と混ぜたくなりますよね。日本ではメインのおかずとご飯を一緒に食べると思うんですけど、韓国はご飯のためにおかずの種類がたくさんあるイメージです。今回初めてカンジャンセウ付きのものを頼んだんですけど、プリップリで甘くてとっても美味しかったです。ただちょっと殻を剥くのがめんどくさかったです。カンジャンセウは日本でもちょっとずつ食べれるお店が増えてきてるイメージです。全体的に結構味が濃いめだったので、ご飯と混ぜるとちょうどよくて美味しかったです。次はヤンニョムケジャン。ヤンニョムケジャンは結構辛いんですけど、その中にカニの甘みがあってやみつきになる美味しさです。とびこご飯と交互に食べることで無限ループできそうでした。食べるごとにどんどん口の中がビリビリしていくんですけど、最初に口にした時のカニの旨味がとても中毒性があって何回も食べたくなります。最後はお待ちかねのカニ味噌ご飯です。甲羅にも卵とカニ味噌とご飯ととびこが入ってるので、絶対まずいわけないですよね。コッケタンにはなんとラミョンサリがついてて、もう完全に2人前分ぐらいありました。この時点でもうお腹はいっぱいだったんですけど、最後にラーメンが食べたくてラミョンサリも全部入れてしまいました。コッケタンなのでここにもカニがたくさん入ってて、すごい出汁が効いていました。さすがに食べきれなくてラーメンは残してしまったんですけど、カニもカニもエビも全部食べちゃいました。パックのコーヒーを買いに来ました。日本のコンビニと同じように氷だけが入ったカップが売ってて、
それを持ってレジまで行きます。肝心の味は私がバニラ味にしたせいか、食後のコーヒーにしては甘かったです。3軒目は私がコロナ前からずっと行きたかったお稲荷さんのお店、ゆぶさんに行きました。タッチパネルでの注文だったので簡単に注文ができました。店内はちょっとカフェっぽくておしゃれな感じでした。私が大好きなカオルさんがいつも頼んでるチルソンサイダーを頼んで、お寿司と一緒に飲みますユブはユッケとサーモンのマヨネーズ和えを頼みました。こんな感じのスープがついてて1000円ちょっとでした。これ画面ではちょっと伝わりにくいんですけど、この大きさがコンビニのおにぎり 1.5 個分ぐらいはありました。なので3つ頼んでたらちょっと食べきれなかったかもしれません。今回カンジャンシジャンに行く予定がなくて、ユッケが食べたかったんですけど、ここで美味しいユッケを食べれて本当に幸せでした。お寿司屋さんのユッケがこんなに美味しくていいのかっていうぐらい美味しかったです。一つがかなり大きくて一口では絶対に食べられないので、こうやって切って食べたんですけど、ちょっと汚いですよね。ごめんなさい。ここの社長さんが私が撮影許可を取った時に、動画が見たいから ID 教えてって言ってくださったんですけど、ここ消しなよ。はい、4軒目はマンウォンシジャンの食べ歩き動画になります。マンウォンシジャンはホンデから結構近くにあって、私 WM エンターテインメントが好きだったんですけど、その最寄りにあります。結構都会の中でもローカルな市場で、観光客の人も少なめで価格設定も低いので、カンジャンシジャンに行くよりローカル感を味わいたいっていう方はマンウォンシジャンをおすすめします。市場自体は精肉店があったり、お魚屋さんがあったり、お餅屋さんがあったり、その合間に飲食店がたくさん入ってて、かなり見応えのある市場です。今回はその中でも有名な3軒を巡ってきました。1軒目はマンウォンコロッケさんです。ここはクァベギでとっても有名なお店です。1個100円から買えちゃいます。クァベギは日本でいうツイストドーナツなんですけど、ツイストドーナツよりも密度が高くてもっちりしてて、今回頼んだのは米粉のクァベギなのでさらにもちもちしててとっても美味しかったです。外もカリカリでした。2軒目はキュッスタッカンジョンさんです。ここもタッカンジョンがすごく有名なんですけど、いろんな種類の味が
味付けがあって、私は挑戦するのが苦手なので甘い味랄콤 닭간정を頼みました。 제일 작은 거. 네. 달콤 닭간정. 감사합니다. カップの大きさが選べて一番小さいのでこのサイズです。軽く揚げたお餅も入ってて、これが本当に美味しいんです。タッカンジョンってヤンニョムチキンより甘めの味付けなんですけど、これが多分ノーマルかな。辛いのが苦手な方はぜひタッカンジョン食べてみてください。結構醤油っぽい味付けで日本人の好みだと思います。市場に行くときは必ずペットボトルのお茶とお手拭きを持っていきましょう。 쓰레기통. 네, 그거 놓고 가세요. 감사합니다. 3軒目はふんふんホットクさんです。このお店は横の道をちょっと入ったところにあるんですけど、全部が黄色いのですぐ分かりました。ここはただのホットク屋さんじゃなくて、いろんな味が選べるホットク屋さんです。 안녕하세요. 路面店じゃなくて店舗をしっかり構えてらっしゃるのに1個150円から食べれちゃうんです。私は一番有名なプリンクルホットクを頼みました。プリンクルはチキンの味付けで耳にするかと思うんですけど、簡単に言うとトウモロコシコーンスープの素みたいなのがかかってます。甘じょっぱくて美味しいです。わかりますか？この大きさ。日本のコリアンタウンとかで買うと結構小さくて、味付けも中身だけが違ったりすると思うんですけど、ここは蜂蜜とかシナモンが混ざったソースがたくさん入ってて、その周りにプリンクルパウダーがついてます。外はカリカリで中はもっちもちでとっても美味しかったです。たっぷり入ってるのを見せたかったんですけど、こぼしちゃいました。やっぱりウェットティッシュは常備することをおすすめします。ここでまた予期せぬことが起こります。気を取り直してまた食後のコーヒーを買いに来ました。コンポーズコーヒーさんっていうお店だったんですけど、アメリカーノが結構大きいサイズで150円でした。私日本でブラックコーヒー飲めないんですけど、韓国のアメリカーノだと結構エスプレッソが薄いっていうか、味は結構するのにエスプレッソが控えめなので飲みやすくていつも飲んでます。さあ今回の5泊6日韓国ぼっち旅行いかがでしたでしょうか？結構食べまくりました。多分2キロぐらい増えて帰ってきたんじゃないかな。私はいつもこんな感じで行きたかったカフェとかご飯屋さんに行って爆食したり、街中でいっぱい買い物したりするので、またその様子を投稿できたらなと思います。구독、좋아요 많이 눌러주시면 좋겠어요. 다음에 또 봐요.